最近では、日本式の伝統的な作りの家は少なくなりました。ただし、今でも日本の家は、木造の場合がほとんどです。家の間取りは、2LDK のような言葉で表します。この場合、2つの部屋、リビングルーム、ダイニング、キッチンがあることを示しています。日本の家には、以下のような特徴もあります。玄関。玄関には段差があり、家の中は一段高くなっています。ここで、家の外と中が分けられています。日本では家に入るとき、必ず靴を脱ぎます。靴を脱いで、段を上がって家に入ります。和室。日本の伝統的なスタイルの部屋を和室と言います。和室には畳が敷かれています。床の間がある和室もあります。和室の収納スペースは押し入れといって、布団などを入れます。押し入れは襖という、紙でできた引き戸を開け閉めします。襖は和室と和室を仕切るのにも使われます。和室の窓には、カーテンではなく、木枠に紙を貼った障子を使うことが多いです。最近では和室のある家は少なくなってきました。トイレ。トイレは、風呂場とは別になっていることが普通です。和式のトイレは今では少なくなり、洋式トイレが一般的です。温水洗浄便座がついていることも増えました。トイレに入るときは、トイレ専用のスリッパを履くことが多いです。風呂。日本の家の風呂場には、大抵バスタブがあります。バスタブの中で体を洗うことはなく、風呂に入る前に、バスタブの外で頭と体を洗います。体を洗ってから、温まるため、リラックスするために、バスタブのお湯にゆっくり浸かります。最近では、日本式の伝統的な作りの家は少なくなりました。ただし、今でも日本の家は、木造の場合がほとんどです。家の間取りは、2LDK のような言葉で表します。この場合、2つの部屋、リビングルーム、ダイニング、キッチンがあることを示しています。日本の家には、以下のような特徴もあります。玄関。玄関には段差があり、家の中は一段高くなっています。ここで、家の外と中が分けられています。日本では家に入るとき、必ず靴を脱ぎます。靴を脱いで、段を上がって家に入ります。和室。日本の伝統的なスタイルの部屋を和室と言います。和室には畳が敷かれています。床の間がある和室もあります。和室の収納スペースは押し入れといって、布団などを入れます。押し入れは襖という、紙でできた引き戸を開け閉めします。襖は和室と和室を仕切るのにも使われます。和室の窓には、カーテンではなく、木枠に紙を貼った障子を使うことが多いです。
最近では和室のある家は少なくなってきました。トイレ。トイレは、風呂場とは別になっていることが普通です。和式のトイレは今では少なくなり、洋式トイレが一般的です。温水洗浄便座がついていることも増えました。トイレに入るときは、トイレ専用のスリッパを履くことが多いです。風呂。日本の家の風呂場には、大抵バスタブがあります。バスタブの中で体を洗うことはなく、風呂に入る前に、バスタブの外で頭と体を洗います。体を洗ってから、温まるため、リラックスするために、バスタブのお湯にゆっくり浸かります。